んにちは。ジャパニーズポッドキャスト with ヨンのヨンです。皆さんいかがお過ごしですか？お元気ですか？このチャンネルでは N2、N3 レベルの日本語で心がふっと軽くなるお話をお届けしています。はい。私は今どこにいるでしょうか？実は日本にはいなくてフィリピンのマニラというところにいます。皆さん、マニラに旅行したことありますか？私にとってこのマニラはとても活気があって元気な街だなと思います。なぜかというと、人がとても多いし、何より人の年齢が若いなと感じます。私がマニラのレストランに行った時に赤ちゃんを連れている家族連れがとても多かったです。日本では赤ちゃんを連れている家族を見ることの方が珍しいので、そのことにとてもびっくりしました。皆さんの国ではどうですか？私は実はマニラに来て一つだけ悲しいことがあります。それは私が自分の誕生日プレゼントに買ったメガネをバスの中でなくしてしまったことです。すごく悲しいんですけど、私はバスの中でメガネを忘れてしまって忘れ物センターに連絡してみたんですけど、ないと言われてしまって、もうこれはどうすることもできないなと思っています。これもしかして日本のバスで忘れ物をした時って、私も結構忘れっぽい性格なので、お財布とかスマホとかで、あと定期券っていう IC カード、交通ピッてする地下鉄とかバスとか乗る時の IC カードとかよくなくすことあったんですけど、その時いつもお客様センターに連絡するとほぼ 100% 返ってきてましたので、その感覚が私に染みついているので、染みついているっていうのはそれが普通であるっていう意味なんですけど、なのでその感じでマニラに来てしまったので、戻ってくるだろうってちょっと思ってた節はあったんですよね。思ってた節があったというのはそう思ってたっていうことです。なんですけど、ないって言われてしまったのでね、もうしょうがないんですけどその経験を通してやっぱり日本では忘れ物がすぐ戻ってくるのってすごいことなんだなってちょっと実感しました。でもこんなに忘れっぽくてちょっとドジっていうのはちょっとおバカっていう意味なんですけど、そして失敗も多い私がどうしてこの YouTube チャンネルで7300人もの方に登録していただけるようになったのか、そしてどうして高い目標にこの走り続けられるのかについて私の経験も踏まえながらお伝えできたらいいなと思います。そこから学んだ目標設定のコツについてちょっとシェアしていこうと思います。まず最初に本題に入る前に、私が大切だなと思う日本のことわざを3つ紹介させてください。日本語を勉強している皆さんならちょっと聞いたことがあるかもしれないです。1つ目は千里の道も一歩からです。千里の道も一歩から。これはどういう意味かというと、どんなに遠い場所へ行くにも最初の一歩から始まるということです。2つ目のことわざは七転び八起きです。何度失敗しても諦めずに立ち上がるという意味があります。3つ目は家宝は寝て待てです。家宝は寝て待て。やるべきことを全部やったら、あとは焦らずにチャンス
とか結果を待つという意味です。今日はこの3つのことわざをテーマに私の体験を交えてシェアしていこうと思います。私の目標設定、最初の目標設定は高校生の時にあたります。高校2年生、17歳の時です。正直に言うと、私が通っていた高校はみんなあまり勉強するような人たちとか学生とか学校ではありませんでした。例えば、授業中はよく眠っている人も多かったし、放課後は遊びに行くかアルバイトをする人がとても多かったんですね。でもその高校に通っている時に私はこのままじゃダメかもなということを思いました。もっと広くて頭のいい人が集まる環境で勉強したいと思うようになりました。そこで私はある一つの目標を定めました。それは私が住んでいる九州の中で一番難しい大学の九州大学に合格することです。そこで私は逆算して計画を立てました。目標を決めてからは自分なりにちょっと必死に考えたんですね。この大学に合格するためにはセンター試験というみんな大学受けるときは受けないといけないテストがあるんですけど、そのみんな受けるセンターテスト、センター試験で何点取らないといけないのか、今の自分の偏差値からはどれぐらい離れているのか。私は高校2年生の時から毎日欠かさず2時間は最低勉強していて、休日は7時間から8時間ほど勉強していました。周りの友達が遊んでいる中で勉強し続けました。私は九州大学に合格するんだと自分に言い聞かせてずっとペンを動かしました。まさに千里の道も一歩から、毎日少しずつ英単語とか他の古文っていう科目があるんですけど、古文の単語を覚えたり、あとは数学の問題を解いたりしました。そして迎えた受験当日、もうセンター試験の結果から私は不合格でした。届かなかったんですよね。でもあんなに準備して、あんなに逆算して毎日コツコツ勉強したのに、結局私は他の大学に行くことになりました。あの時の絶望感は今でも覚えています。私の努力は何だったんだろう。計画を立てて毎日コツコツ勉強しても意味がないんじゃないかと暗い気持ちで他の大学に入学しました。今思うとどれもこれも意味のないことはないと思うので、それはそれでよかったなと思いますが、その当時大学に入ってからは、そして今社会人になってからあの時の失敗について少し考えることもあります。そこで気づいたのは、目標設定のやり方がちょっと間違っていたということです。例えば当時の私は九州大学に合格するぞという大きな旗だけを見ていました。でもそのゴールにたどり着くまでの具体的な行動がちょっと甘かったなと思います。甘かった。ちょっと緩いという意味ですね。はい。厳しいの反対が甘いです。例えばその当時は、ただ単純に3時間勉強するとか、なぜその問題が解けないのかっていうことの深掘りが深掘りというのは深く分析するという意味です。分析、何が私に足りないのかということを自分が分かるという意味です。あとは、もしこの試験がダメだったらどうするかという心の準備が足りなかったと私は今思います。
でもこの失敗があったからこそ今の私のこの YouTube のスタイルがあると思います。失敗は成功のもとと言いますよね。私は今この YouTube チャンネルを運営していて、ありがたいことに登録者が7300人もいます。これは私が高校時代の失敗から学んだ超具体的な目標設定のおかげだと思っています。YouTube を始めたばかりの頃、約3年前ですね。多くの人は登録者1万人とかね、登録者10万人とかね、YouTube でお金を稼いでね、毎月10万円、20万円、なんなら30万円、40万円、50万円っていくっていう大きな目標を掲げる人は多いんですけど、これは途中で疲れてしまう原因だと私は思います。ここでね、考えてみてください。七転び八起き。一度の失敗でへこたれるのは私はもったいないと思います。私はこの YouTube のチャンネルで動画をアップロードするときに、そして企画を考えるとき、驚くほど細かくタスクを考えます。タスク、to do です。例えば、今週の木曜日8時に動画をアップロードすると目標を立てたなら、1本動画を作る。そのためにはこんな風に分析します。まず、分析。他のチャンネルがどんなテーマが伸びているのか分析する。そして、構成を考える。そしてサムネイルを作ってタイトルを考える。タイトルを考えるときは検索しやすい、みんなが検索するようなワードを盛り込んで作ったりもしています。これを一つずつクリアしていきます。1万人達成したいっていう気持ちはあるんですけど、数字はあまり気にしていません。例えば再生回数が何回いったとか、いいねが何回あるかとか、バットが何回あるかとかです。今日やるべきタスク、分析、サムネイル作りに集中する。これが私が今大切にしている目標設定のスタイルです。皆さんも皆さんなりのこの目標設定のスタイルがあると思います。もしよかったら私にコメント欄でシェアしていただけるととても嬉しいです。皆さんも日本語の勉強や仕事で目標を持っていますよね。例えば N1 に合格したいとか、日本で就職したいとか、その目標に向かっている皆さんに伝えたいことは、家宝は寝て待てということわざです。家宝は寝て待て。これは何もしないで寝ていればいいという意味ではありません。それは勘違いです。自分にできるベストな準備をすべてやったならば、あとは結果を気にせずリラックスして時を待っていればいいという意味です。私は大学受験で落ちましたが、その時必死に勉強した習慣があったからこそ、今の仕事や YouTube でコツコツ努力することが苦ではありません。たとえその目標がその通りにならなくても、正しいプロセスで努力した経験は必ず次のステップで花が私は開くと思います。メガネをなくしてとてもショックを受けている私ですが、これからも新しいメガネ、新しいチャンスに出会えるチャンスだと捉えて前向きに頑張っていきたいと思います。はい。今日の話少し長くなっちゃったんですけど、まず千里の道も一歩から、そして七転び八起き、そして家宝は寝て待て。この3つを忘れずに皆さんも目標に向かって私も一緒に頑張りますので、少しずつステップアップしていきましょうね。皆さんが今追いかけている目標は何ですか？
ぜひコメント欄で教えてくださいね。一つ一つ大切に読ませていただきます。そしてもしこの動画が役に立ったと思って勉強になった、元気が出たと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。みんなバイバーイ。